あんまりこう期待を上から潰すような形をしちゃうと、やる気がなくなったりとか、究極のもう私いる意味あるとか、これ上司が優しすぎてもいけないと思うんですよね。こんにちは。このチャンネルでは今の時代に通用する組織づくり、育成術など役に立つ内容を話しています。ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。本日もお願いします。お願いします。ちょっとモンジさんに今回ご相談したいのがですね、最近勤めてる会社で新人の早期離職が相次いでいまして、そこで、新人離職の主な原因っていうのを僕なりに考えてるんですけど、例えば職場環境だったりとか、あとは教育体制だったりとか、はたまた現実と期待のギャップみたいなものなど、具体的なものがもし本社長の中でいくつかあれば、その辺をちょっと今回は教えていただきたいなと思いまして。弊社も新卒とかを取ってですね、続く人もいれば、短期で辞めてしまう人もいたり、もちろんそれは人としていますけど、年でですね、この年代の新卒すごい辞めちゃったなっていう年と、めっちゃ続いてるなと、みたいなのがあって、そういった経験から少しお話できればと思います。ありがとうございます。一つ目は採用。いいことばっかり言ってしまうと、当然就職したとのギャップがあるなと。で、一番は何かなって言うと、やっぱり結局やっぱ会社としては採用頑張ってると、人事に優秀な人とか、管理職も当然いい人とか、置くんですけど、やっぱり面接時とか、それとも含めて、そういう人としか会話しないじゃないですか。その人たちの会話がすごい比重が多いので、やっぱり逆に優秀であればあるほど、現場とのギャップみたいなのが生まれやすいのかなと思ってますし、ちゃんとそのメリットだけではなくて、いいところも悪いところもちゃんと伝えるっていう姿勢っていうのは一つ大事かなとは思います。なるほど。アップルさんでもその採用時の面接っていうのは新卒とかは特に人事がやりますけど、なるべくその職場見学とか、現場の人間と話したりとか触れ合えるような機会っていうのを頑張って作っていくっていう感じですかね。入社したら摩擦なくというか、その辺のギャップっていうのはあんまりなくした方がいいですよね。次はオンボーディングってね、いわゆるやりますけど、その入社するときですか？結構これマインドセットがやっぱり重要だと。期待値とやっぱりそのギャップの認識、働き出してから起こること、やっぱりそのギャップ、期待とのギャップがありますよっていうのをちゃんと認識させたりとか、そういうのも大事かなと思うんですよね。当然その入社する人に対して期待をしなければいけないし、期待してしまうし、本人も会社に入ってやっぱりいろんな期待があると思うんですよね。あんまり期待を上から潰すような形をしちゃうと、やる気がなくなったりとか、当然本人はしちゃうと思いますし、本人がこれからの社会人生活とかに期待をしないと、やる気が上がらないというか、どんどん意欲的にやっていかないし、しかしながら期待値だけが高すぎてしまうと、どうしても現実とのギャップで下がっちゃうんですね。なんでやっぱりバランスをとって、ちゃんと凹凸の幅を広げていくみたいな期待値が高すぎる。これだけだと、いざ職場に入った時にズドーンと。そうですね。要は最初から今のところからプラスしか、この幅しか見てないじゃないですか、期待値でね。ならこっちばっか見ちゃうわけですよ。これをやっぱりちゃんと、こういうこともありますよ。でもこういうこともありますよ。この幅を広げておかないと、自分にとってネガティブなことが起こった時に、すぐシュンと。確かに。やっぱやる気なくなっちゃうと思うんですよね。なんでそれをちゃんと認識をさせておくっていう、このマインドセットは結構重要なんじゃないかなと思いますね。ありがとうございます。3つ目は初期教育。これはどちらかというと、例えば配属されてからの初期教育期間みたいな感じですかね。これに関しては、やっぱり一つは孤立させない。大事ですね。会社によっては結構、はい、よろしく、みたいな。一応上司はもちろんいるけれども、全然時間使ってもらえないみたいな。バットの例でいくと、上司や先輩が忙しすぎる。これは放置プレイになりがちだとか、あとは、これ上司が優しすぎてもいけないと思うんですよね。なるほど。大事にもうされすぎるというか、優しいから何でもやってくれるみたいなとかっていうのは、そういうのを
フォーマット化しちゃうというか、うんスタンダード化しちゃうんで良くないですよね。はいで行動もそうですけど、思考もそうですよね。わからないことがあったら聞いてねってみんな言うと思うんですよね。はいそれ自体は別に当然なんですけど、じゃあこの聞いた時に、例えば A さんだったら、わからないんで教えてください。OK と。はいこれはこういう意味で、これはこういうことをして、うんこういうふうな順序でやっていきますと。うん次からは、じゃあ今これ習ったよねと。うん次からこれ自分で判断して、ここまではやってください。うんここから先やっぱわからないことはもう一回聞いてみて。B さんダメな人は、なるほど、それはね、A だから、以上、みたいな。これがやっぱ続きすぎると、なるほど。そもそもなんで A なのかっていうことが本人考えなくなるし、確かに。わからないし、ただ言われた通りやってればいいんだとか、あ答えを聞きに行くみたいな。学校の勉強でもそうじゃないですか。答えって教科書に載ってるんで、確かに。これ A ですか B ですかみたいな。教科書見てみたいな。A ですみたいな。そしたらこれを A だって覚えるだけですよ。なぜ A なのかとか、考える癖がつかなくなっちゃって。そうですね。確かに。こういうのだと、じゃあ別に自分で考えなくてもいいじゃんとか、なんとなく思考もやっぱそっち側に寄ってっちゃうんですよね。そうすると、究極のもう私いる意味あるとか、仕事って言われたことやってるだけなんだとか、なんかそういうやっぱマインドになっちゃうので、これは優しすぎる、一般的に言うと優しすぎるっていうとこの弊害で出てしまいそうな、考えなくさせるみたいな。確かに。で今度反対に厳しすぎるのもないんですよね。アメとムチで言うとムチしか打たないみたいな。これもよく言う、例えば何かをするときに、そもそもルールすらも分かってない人がまず来て、新卒は特にそうじゃないですか、社会人としてとか、マナーとしてとかっていうのを、まあ分かってるようでやっぱ分かってないわけですよね。で、それをこう、教えずに、お前これダメだよ、あれだよ、とか、やりすぎると、もう訳が分からないですよね。だってルール分かんないのに、やれって言われて、でやってたら、お前これルール違反だ。なんじゃそれってやっぱこう思って、新入社員とかはやってらんねえとか、なんだこれ、じゃあ余計なことすんのやめよう。言われたことしかしませんよってくださいみたいな。こんな感じになっちゃうんですよ。モチベーション高くなるかって言われると当然上がらないですよね。優しすぎてもダメ、厳しすぎてもダメなんですけど、ポイントとしてはやっぱわびさびが必要だと思っていて、一人でそういう形ができないんであれば、複数人でも、役割分担。なんか分かりやすくと家族でいくとですね、お父さん役、お母さん役。なるほど。そういうなんかこう配慮というか、たまにはこうおばあちゃん役とか、お姉ちゃん役とか、おばさん役とか、なんかそういうのをこうイメージすると、なんかうまくできるのかなと思ってます。4つ目はやっぱ環境ですよね。環境。人間って特に日本人そうですけど、集団心理的なものがやっぱりすごく強いかなと思っていて、いいか悪いか置いといて、みんなが右に行ってるから私も右に行かなきゃまずいみたいな。そういうのってあるじゃないですか。みんなが B に行ってるから B に行くみたいな。みんなが B に行って間違ったらみんな間違えるから別に安心だみたいな。これをやっぱうまく使うというか、そこに目を配った方がいいと思うんですよね。集団心理的にポジティブなコミュニティに行った方がいいわけですよ。例えばだから、うちの経験則で本当思ったのは、例えば既存の社員が5人いますと。ここに1人新卒入りますっていうと、この5がポジティブなコミュニティ、例えば仕事に対してすごい前向きだとか、それこそネガティブな現象が起きてもポジティブに捉える癖がついてるとか、そうするとこの1もやっぱり似ていくんですよね。だって1人だけネガティブな行動を取れないじゃないですか。みんながこっちポジティブな行動を取ってるから、そっちに寄せようとするわけですよ。反対に5人例えばいた時に、これがすごいネガティブなコミュニティだと、この1人が別にネガティブじゃなかったんだけど、要は5人がこの会社ここが悪いよねとか、あの上司こうだよねとかって言ってると、そこに話合わせなきゃいけなくなるというか、そうじゃないともう仲間外れみたいになっちゃって、良くも悪くもやっぱこういう集団心理を走るので、だからうちで一回失敗したなと思うのは、例えば10人の職場に10人を新卒をぶち込んでみると、そうすると何が起こるかっていうと、マジョリティがどこにあるのか分かんないんですよね。もっと言うと10人が例えばその年齢も性別もバラバラだったとしましょう。でも新卒の10人って少なからず年は一緒。例えば仮にじゃあ性別も一緒だとすると、こっちの方がやっぱマジョリティになりがちなんですよね。なるほど。さっきの5対1だと、この1が会社ここがおかしいと思うんだけどとか、上司のここがなんか納得いかないとかって言っても、それがマジョリティにならないんで、広がっていかないで終わるわけですよ。だけど今言った10対10みたいな感じになった時に、
こっちの人が例えばちょっと言い出すと、私もそう思ったとかってなってくると、こっちがマジョリティになっちゃうんですよね。でそうすると、私たち別におかしいこと言ってないみたいな心理になるので、この10人の中に1人でも同じようなことを思う人がいたら、完璧に過半数でいても11対9とかなるわけじゃないですか。そうするとやっぱりどんどんそっちが広がっていっちゃう。なので、バットで言うと、やっぱネガティブマジョリティのコミュニティに属してしまったり、ネガティブコミュニティ、マジョリティのコミュニティを意図せずも作ってしまうような環境があると、どんどんやっぱりそっちが強くなってしまうんで、そういう意味では配属の人数とか、やっぱりうまくポジティブマジョリティのコミュニティに新しい人をくっつけていく。そういうことはやっぱ計算した方がうまくいく確率高くなるなと思うんですよね。なるほどですね。あとはシンプルに上司とか先輩とか同僚。なんか職場として思うのは、個人成績が評価や報酬に大きく影響する会社とか職場は結構やってる人が短期視点になりがちなんですよね。なるほど。この成績を上げられたら今月の業績給これぐらいだとか、部合これぐらいだってなると、当然後輩の教育に関して時間を取られることが自分にとってマイナスでしかないみたいに認識してるところってあるんですよ。なるほど。てかそうせざるを得ないその仕組みがあるわけですよね。だから上司とかも当然目の前の業績にすごい追われちゃってると、新人を入れてくれるなみたいな、たまにそういう管理職いますし、何言ってんねんって話なんですけど、当然そんな上司の下だったらあんまり教育に時間割きたくないんですよ。自分の営業活動とか、そのチームがいかに今目の前成績上げるかの方にやっぱり意識が集中してしまうので、新人とか入れられてもめんどくさいことしかないみたいな。こんな意識が上司とか先輩とかにあるとだいぶ厄介ですよね。それはだから逆に言うと対策としては、それこそ育成に関する評価や報酬の設計を考えたり、その育成自体をマイナスに捉えないように、説明しっかりしておくとか、長期的視点を持ってもらう、とか、マインドセットをやっぱり働きかけるしかないですし、そういうふうに思うように上司や先輩も教育するしかないと。なるほど。新人が最初成果出せないけれども、これを教育していくことによって長い時間軸で見たときに、こんな成果を上げられるようになるみたいな、でこれがどれだけそのチームにとって会社にとってプラスになるかとか、そういう人を教育できたらあなたの評価とか、みたいな、なんかそういうところをしっかりとプリセットしていくしかないと思うんですね。なるほどですね。めちゃめちゃ理解しました。先ほど冒頭で新卒を辞めない年と辞める年があったっておっしゃってたと思うんですけど、そこの違いって上司とかにあったんですかね。でも今言ったことを全て影響はしてると思いますけど、一番はやっぱ環境だなと思って。環境ですか。まさに失敗例じゃないんですけど、とあるその部門の職場に既存の社員が常時オフィスにいるのが10人前後ぐらいのところに、10人ぐらい新卒を入れてみたんですよ。おー、すごい。そしたら、考え方とか、やっぱマジョリティが、先ほど本当に言った通りで、もともと言った10人は割と、例えば長く働いていて、会社の雰囲気とか、文化、そして人間関係もある程度できてますと。ただ、年齢層もバラバラだし、そこにやっぱ10人同じような境遇の新卒入れてくると、本来は会社としてのとか、方針とか考え方はこっちはある程度プリセットされてるんですけど、こっちプリセットされてないわけじゃないですか。こっちでは当たり前のことが、こっちは当たり前じゃないと。でもこっちはもう当たり前だと思ってるから、わざわざこれが当たり前だなんて話さないじゃないですか。でもこっちの中で、例えばそれに不満とかおかしいなと思った人が声を発する、しちゃったとしましょう。そうするとまずこの10人の中で、この会社のここってちょっとおかしくないみたいな言ったことが、まずこの10人の中で、マジョリティを取ってっちゃうんですよ。それが1人から2人、3人になって4人になっていって。他のじゃあ実は6人は、そんなに別に不満に思ってないけど、でもこの10分の4不満だったら、10分の4の意見と、6人がそれぞれの意見を持つとしたら、4がやっぱマジョリティみたいになっていくわけですよ。で、結局、が広がってって、あれが悪い、これが悪いとか、で、頑張らない人が出てきて、辞める人も出てきて、この会社が
変なんだとか、うんこの上司が変なんだってなって、なんかそういうやっぱこうインプットがどんどん入っちゃうと、全てこう悪く捉えちゃうというか、そういうのなりがち。例えばですよ。違う営業所で、既存の社員が5、6人います。1人だけ新卒入れました。一見これ同期いなくて寂しそうなんですけど、この5対1だから、これは5人の考え方とかが結構マジョリティ、絶対マジョリティなんで、そうするとやっぱこの1人は自分がなんか、例えばこういうことがあって納得いかなかったんだけど、と思ったとしても、この5人がそう思ってなければ、自分の考え方は違うんじゃないかっていう心理になるわけですよ。なるほど。こっちの人たちがこうやってやってるから、こっちが多分正しいんだろうな、みたいな。こっち側に寄せていくというか、なっていくんで、こっちは全然何の問題もなく継続して勤務して頑張ってますみたいなことが結構起こるんですよね。なるほど。ありがとうございます。マネージャーとして気をつけるべきところでいくと、自分のところに新人が配属されたとしたら、ちゃんとこの初期教育と、やっぱりその環境のところだと思うんで、環境に関してはやっぱり集団心理って結構あると思うので、まあ別の話にもなりますけど、組織を作っていくとか、こう、良くしていく中では、集団心理的な要素は、しっかりとこう、自分自身勉強して、把握して、どういうふうにこう、意識のマジョリティを作っていった方がベストなのかっていうところを、マネジメントすることが、いいなと思いますよね。ありがとうございます。新入社員の離職が多い特徴として、ポイントとしては1つ採用、2つ目オンボーディング、3つ目、初期教育、4つ目環境、そして5つ目が上司先輩同僚ということでポイントを挙げさせていただきましたけど、1つはやっぱり自分がマネージャーサイドだったらということで、初期教育と環境を気をつけてやっていただければうまくいくんじゃないかと思います。皆様からいただくいいねやコメントを大変励みになっておりますので、この動画が気に入ったらぜひいいねやコメントをお願いします。